昔々あるところに、とっても土壌が豊かで、広大な土地を持つ王国がありました。その国では、株を掘り出すという公共事業があり、たくさんの人たちが毎日株を掘っていました。でも誰も株が何なのかを知りません。国を挙げて探すのだから、これはとんでもない財宝に違いない。描かれたばかりの絵画のような人が言いました。きっとそうだ。ちぎれた花びらのような人たちが言いました。うんとこしょ、どっこいしょ。それでも株は。昔々あるところに、あまり豊かではないけれど、とっても平和な国がありました。どうして平和なのかというと、その国にはちょっと大きな女の子が住んでいたからです。世界一大きなお山よりは、ちょっとだけ小さい、カブと名付けられた女の子でした。カブはとっても心優しい女の子なのですが、世界中の国がカブを恐れて、その国に悪さをすることはありませんでした。暇つぶしに民家を小指で潰して遊んだり、世界一大きなお山のジブをちぎって投げて遊んだりするだけで、決して人類にあだなすことのない、とっても心優しい女の子でした。ちなみにちぎって投げられたお山によって隣国は滅びました。ある日のことです。その国一番の占い師が言いました。お山の怒りが降る前に、国の外に民を避難させねば、この国も民も滅びますぞ。王が笑いました。そんなわけがあるものか。信じてもらえなかった占い師が勝手に国民に避難勧告を出したので、王様は占い師の首をはねてしまいました。その時です。ドーンと地面が揺れて、バーンと世界一大きなお山から突然火の雨が降り出しました。まあ偶然もあるものだな。王様が言いました。カブは逃げてゆく大勢の人たちを見て、今日はこれで遊ぼうと思って身をかがめました。背中に火の雨が降り注ぎましたが、カブには暑いがわからなかったので、特に気にしませんでした。カブが我々を守ってくれている。急げ！お山も崩れて覆いかぶさってきましたが、カブには思いがわからなかったので、特に気にしませんでした。カブが時間を稼いでくれている。早くしろ！なんだか動きづらいな、とは思いました。カブが屋根になって、その国の人たちはみんな逃げることができました。みんなが逃げ終わった頃には、カブはもう、一つ地の下でした。カブにはそれがわからないので、特に気にしませんでした。なんだか動きづらいな、とは思っていました。彼女は命を落として我々を守ってくれた勇者だ。描かれたばかりの絵画のような人が言いました。きっとそうだ。ちぎられた花びらのような人たちが言いました。何年かけてでも彼女をちゃんと埋葬してあげねばな。王様が言いました。その国の人たちは土の下のカブの体を掘るのはちょっと嫌だったので、頑張って掘るふりだけしながら王様からお金だけもらっていました。結局誰もカブが心優しい女の子であったことなんて知らないままでした。知らないまま、もううんと長い年月が経ちました。うんとこしょ、どっこいしょ。それでもカブは